私は親友と一緒にお寺へ行き、ご利益を祈願しました。突然、彼女が私の手からおみくじを奪い取り、私の指から血が出ているのを見て興奮しました。その時、彼女もまた転生していたのだと気づいたのです。前世、私の指先はおみくじで刺され、血がカエルの上に滴り落ちました。その時、金色の光が一閃しました。僧侶はこれを吉兆の印と説明し、持ち歩けば将来幸運が訪れると約束しました。半信半疑ではありましたが、その夜、私はモールで15万ドルの特別賞を当てました。翌日、半年間追いかけていた1300万ドル以上のプロジェクトが無事契約に至りました。その後間もなく、富裕な家系の若くハンサムな CEO が一目で私に惚れ込み、妻と離婚して私と結婚したいと申し出ました。CEO の妻は怒りませんでした。彼女は私に負けたと認め、10億ドル以上の価値あるビジネスを嫁入り道具として私に譲り渡したのです。しかし、その富裕な家に嫁いで間もなく、嫉妬深い親友が私を高層ビルから突き落としました。私は潰され、無残に死にました。地獄に落ちろ、この女。お前は私より何も優れてないのになぜあんなに幸運なんだ？私が手に入れられないものはお前にも渡さない。目を開けると私はおみくじを引く瞬間に戻っていました。ははは。おみくじで手が刺されて血がカエルにかかったわ。和尚様、何かご指南は？私の親友、エリカロチャは興奮のあまり踊り出し、僧侶を熱心に見つめました。僧侶は少し驚いた様子で彼女を見つめ、それからカエルの上で金色の光が一閃するのを見下ろしました。彼はようやく口を開き、少し困ったような表情で言いました。これはご縁ある吉兆です。家に持ち帰り、大切に育てれば、これから幸運が訪れるでしょう。エリカは元踊り地ぬるぬるした動物を極端に恐れていましたが、今ではカエルを宝物のように抱きかかえています。天がついに私に微笑んだ。幸運のカエルがついに私のものになった。これを見て、私はエリカも私と同じく転生したことを確信しました。前世で彼女が私を階段から突き落とした時の悪鬼のような顔と、体が引き裂かれるような痛みを思い出すだけで、背筋が凍る思いがしました。しかしエリカは私の気持ちに全く気づかず、自分に幸運がついたことを証明することに夢中でした。ジャスミン、幸運をつかんだのは私よ。あなたはこの人生では望みがないわ。諦めていってと彼女は言いました。彼女は私をセールヘイブン最大のスーパーマーケットに連れて行きました。今日、そこで買い物をすると抽選に参加でき、特賞は15万ドルでした。いくつか買い物をした後、彼女は人混みに割り込んで、私たち2人のレシートを抽選箱に投げ入れました。特賞は私のもの私のもの。エリカは不安そうにつぶやき続け、自信なさそうに見えました。間もなく結果が発表され、案の定、エリカが特賞を当てました。その時、彼女のポケットからカエルの鳴き声が聞こえました。みんなが羨望の眼差しで彼女を取り囲み、彼女は笑みを抑えきれませんでした。本当だった。幸運のカエルは本当に幸運を運んでくる。ついに私の番が来た。彼女は私を白い目で見て、誇らしげに言いました。ジャスミン、病んでるんでしょ？でもこれはまだ始まりに過ぎないわ。幸運のカエルがあれば、私は一直線に頂点を目指す。あなたみたいな人は、もう私の友達になる価値もないわ。私たちはもう終わり。そして彼女は私を押しのけ、得意満面で立ち去りました。闇？思わず笑ってしまいました。前世では、カエルを手にしたのも、15万ドルを手にしたのも私でした。しかし運命の贈り物には常に代償がつきものでした。エリカは
自分が人生の頂点だと思っていたものが、実は恐ろしい悪夢の始まりだとは気づいていませんでした。あの富裕な家に嫁いでからの毎日は死ぬほど辛いものでした。私はあのカエルを手にしたことを何度も後悔しました。彼女がそんな幸運を奪いたいのなら、ただ彼女の幸運を祈るだけです。だって彼女にはその幸運が必要になるのですから。翌日、エリカは全身デザイナーブランドの服を着て、宝石を身につけ、オフィスに入ってきました。みんなが彼女が普通の家庭の出身だと知っていたので、ある同僚が好奇心から聞きました。エリカ、宝くじでも当たったの？宝くじでいくら当てられるっていうの？私はもうすぐ10億以上の価値があるのよ。エリカは嘲笑いながらポケットからカエルを取り出して自慢しました。これは私の幸運のカエルよ。私はこれと地の契約を結んだの。昨日は15万ドル稼いでくれたし、これからも幸運を続けて一流の富裕層に嫁ぐつもり。私の前世での静かなアプローチとは違い、エリカは自分がどれだけ幸運かをみんなに知らせたがりました。他のみんなは顔を見合わせ、中には彼女の頭がおかしくなったのではないかと疑う者もいました。一人の女性同僚が小説を閉じながらからかいました。こういう話では、もし CEO がカエルのせいであなたと結婚するなら、おそらく彼が本当に愛している女性はカエルの中にいて、あなた旗田の身代わりってことになるんじゃない？エリカは一瞬凍りつき、鋭い目つきで彼女を見つめ、強く言い放ちました。わからないくせにでたらめを言わないで。そんなことありえない。そんなバカな小説を読むのはやめて、私が頂点に立つところを見てなさい。そう、確かに体が入れ替わるようなことは起こらないでしょう。しかし、幸運のカエルの本当の秘密は、さらに恐ろしいものでした。前世では、私はその秘密の半分しか知らず、恐ろしい代償を払いました。エリカがその秘密のすべてを解き明かせるほど賢いのか、私は疑問でした。彼女に一体何が起こるのか、私はさらに興味津々でした。外から足音が聞こえ、会社の大口クライアントが到着しました。私たちのチームはこの注文を半年以上追いかけていましたが、まだ契約にこぎつけていませんでした。だからエリカと私はお寺に行き、今日こそ契約を結べるよう幸運を祈ったのです。エリカの目が輝きました。彼女は注意深くカエルをポケットに入れ、私がこの契約をまとめてみせると言いました。しかし、誰も彼女を真剣に受け取りませんでした。なぜなら、彼女はサボり癖で有名だったからです。エリカは鼻で笑い、皆、私を見下してるの？だったら見てなさいよ。今日は相手側のリンカーン氏が自ら来られ、交渉はさらに厳しくなり、行き詰まりそうに見えました。ケロ。突然、会議室でカエルの鳴き声がしました。こんな真面目な会議で部屋にカエルがいるんですか？テーブルの向こう側でリンカーン氏のアシスタントが信じられないという様子で尋ねました。緊張が一気に高まりましたが、エリカは冷静で自信に満ち、リンカーン氏と目を合わせました。案の定、リンカーン氏の厳しい表情が和らぎました。これは誰のカエルですか？私のです。エリカは即座に答えました。お寺で祈願に行った時にこの幸運のカエルを見つけたんです。それを聞いた後、リンカーン氏は初めて笑いました。面白い。幸運を象徴しているなら、ロチャさんに敬意を表して、この契約を結ばなければなりませんね。これは私たち全員にとって良い兆しだと思います。そしてこうして、半年にわたる交渉の末、ついに契約がまとまりました。リンカーン氏と彼の一行が去った後、エリカが幸運のカエルのおかげで10億ドルの契約をまとめたというニュースは、あっという間に会社中に広まりました。かつて彼女を嘲笑していた同僚たちも、今では彼女に感謝の言葉をかけに集まってきました。
結局のところ、この契約はみんなに大きなボーナスをもたらすことを意味していましたから。称賛の声の中で、自慢話が大好きなエリカはそわそわしていて、絶えずスマホをスクロールしているようでした。すると彼女は、リンカーン氏がプロジェクトグループに自ら投稿し、私たちの部門を明日のクルーザーディナーに招待しているのを見つけました。ついに、エリカは興奮して独り言を言いました。ジュリアンも明日そこに来るわ。絶対にこのチャンスを利用して、一目で彼をメロメロにさせてみせる。たとえ妻と離婚して私と結婚することになっても。多くの同僚がエリカの厚かましい言葉を聞いて驚愕しました。ブレイク氏？それはありえない。彼はハンサムで裕福だけど、誠実な夫よ。結婚して3年、一度もスキャンダルはない。なぜ彼があなたのために離婚するっていうの？たとえジュリアンがそうしたいと思っても、彼は妻のセレーネ・フォーンのおかげで今の地位を得たんだ。セレーネは表のビジネスも裏のビジネスも取り仕切っていて、彼を深く愛している。彼が他の人と結婚するのを認めるわけがない。エリカ、あなたが幸運なのは認めるけど、現実離れした期待を抱かない方がいい。あの夫婦に知られたら大変なことになるよ。みんなが首を振り、信じようとしませんでした。エリカは軽蔑したような表情を見せました。だったら見てなさいよ。明日の夜までに、私はセールヘイブンで一番裕福で幸せな女になるから。そう言い終えると、彼女はみんなの前で私を嘲笑うのを忘れませんでした。ジャスミン、病みすぎて何も言えないの？もし昨日あの幸運のカエルを手に入れてたらって考えてる？残念だけど、一生低めなさい。あなたは私の靴紐を結ぶ価値もないわ。次の夕方、すぐにやってきました。エリカは着飾ってヨットに乗り込みました。彼女はデッキに上がると、景色を楽しんでいるふりをしながら、まっすぐ前方へ向かいました。まるで私が前世でそうしたように。途中、彼女はジュリアンが一目で自分に惚れると繰り返し言いましたが、誰も信じず、みんなが彼女が妄想していると思っていました。ちょうどその時、ボディーガードの一団に護衛されて、ジュリアンがヨットに到着しました。みんなが集まって彼を迎えました。ケロ。突然、大きなカエルの鳴き声が響き渡りました。ジュリアンは音のした方を見て、冷静な目にほのかな笑みを浮かべました。リンカーン氏からカエルを持ち歩いている面白い女性を知っていると聞きました。あなたのことですね。ジュリアンは人混みをかき分け、一歩一歩、エリカのところまで歩いてきました。エリカは興奮して震えました。彼女は恥ずかしそうに振り返り、はい、私です。エリカ・ロチャと申しますと言いました。彼女の顔をはっきり見た後、ジュリアンは胸を押さえ、数歩後ずさりして叫びました。あなたに会ったことは確かにないのになぜこんなに懐かしく感じるのでしょう？まるで何度も夢に出てきたかのようです。ロチャさん、オープニングダンスにお誘いしてもよろしいでしょうか？エリカは笑みを抑えきれませんでした。彼女は手を差し出し、二人はデッキ中央のステージへと一緒に向かいました。誰もがこの突然の展開に驚き呆れました。私だけがジュリアンの目に込められた抑えられた嫌悪に気づきました。彼の視線が動き、感慨深げに私を見つめました。私の心は突然締め付けられ、背筋に歓喜が走りました。この人生では、私たちには何の接点もなかったのに、なぜ彼の視線が、前世で彼が私を陥れた時の企みを思い出させるのでしょう？ありえない。きっと偶然だ。あのカエルは私の手にはないこの剣はすべて私とは無関係なはずだ。私は不安でいっぱいになり、すぐにでも立ち去りたいと思いました。しかし船はすでに海へと出港しており、私は人混みの後ろに隠れ、これがすべて単なる私の想像だと願いました。
空は次第に暗くなり、月明かりが海面を照らし、かすかで冷たい光を投げかけました。この時、音楽の音を除けば、ヨットはほとんど静まり返っていました。以前なら、ジュリアンが宴席でオープニングダンスを踊るときはいつも妻と一緒でした。しかし今夜、彼は自ら進んでエリカを誘いました。さらにスリリングなことに、彼の妻セレーネも来ていたのですが、まだ船室でドレスを着替えている最中でした。セレーネは常に冷酷でした。以前ジュリアンに目をつけた女性たちは、たとえ彼が全く気にも留めなかったとしても、すべてセレーネによって惨めな目に遭わされました。三人が顔を合わせたとき、どれほど恐ろしい光景になるか想像するのは困難でした。誰がそんなに大胆で私の夫とオープニングダンスを踊るの？案の定。ステージ上のダンスが半分ほど進んだとき、セレーネが華麗なドレスを身にまとって現れ、その後ろには背が高く筋肉質な男たちの一団が従っていました。セレーネは威圧的な存在感を放っています。彼女は明らかに愛人と対峙するために正妻として現れたのでした。みんなが巻き込まれたくないと思い、後ずさりしました。しかしジュリアンはエリカの前に立ち、毅然とした表情で彼女を守りました。セレーネ、今日の過ちはすべて私にあります。ロチャさんと出会って、私は一目惚れの本当の意味に気づきました。これからは彼女とだけ人生を共にしたい。私たちを自由にしてほしい。セレーネは一歩一歩近づき、表情を変えませんでした。彼女に詳しい人々は、彼女が極度に怒っている時だけこのように振る舞うことを知っていました。どきなさい。その化け物の顔を見せてもらうわ。セレーネは突然ジュリアンを押しのけました。ケロ。突然カエルの鳴き声がし、エリカの顔があらわになりました。セレーネは長い間彼女を見つめ、そしてため息をつき、結婚指輪を外してまっすぐ海に投げ入れました。もし他の誰かだったら、私は同意しなかったでしょう。でも彼女には本当に叶いません。ロチャさんですね。私は身を引きます。私は自分の小遣いとして10億ドルを残し、残りのすべての資産はあなたのものにします。嫁入り道具としてね。この言葉が出たとき、それは深海での雷鳴のようでした。セレーネが彼女にはかなわないと認めた彼女は一体誰なんだ？彼女はうちの会社のエリカロチャよ。昨日、富裕層に嫁ぐって言ってたけど、本当になったんだ？10億が小遣い？全資産って一体どれくらいの価値があるの？願いが叶い、エリカは嬉しさのあまり警戒心を失い、思わず口にしました。あの全資産100億の価値はすぐに私のものになるわ。彼女の貪欲な表情を見て、セレーネの目が少し暗くなりましたが、口元を緩めて言いました。その通りです、ロチャさん。私はすべてをあなたに譲ることを喜んで承諾します。彼女は手を振り、後ろの男たちは積み重なった契約書を持ってきて、その場ですべての資産をエリカの名義に移転しました。みんなが羨望でいっぱいになり、エリカは興奮して震えました。そして私も思わず震えました。なぜなら、さっき、私ははっきりと見たからです。セレーネもまた、長い間、私を感慨深げに見つめていたのです。ヨットから戻った後、私の頭の中は、あの恐ろしい視線でいっぱいになり、一晩中よく眠れずに苦しみました。目の下にクマを作ってオフィスに着くと、たまたま辞職に来たエリカに会いました。彼女はプラチナのハンドバッグを持ち、豪華なオートクチュールを着て、昨夜マンションに引っ越したこと、1週間後に結婚すると自慢していました。それを聞いて、私はほっと安堵の息をつきました。ジュリアンが本当に彼女と結婚するのなら、もう私とは関係ない。ずっと私が勘違いしていたに違いない。エリカは人混みを押し分け、傲慢に私に向かって歩いてきました。
ジャスミン、あなたは幸運のカエルを奪い取らなかったことをきっと後悔してるんでしょ。それがあなたの運命よ。私は結婚式にあなたを招待しないし、あなたが私に近づく機会も絶対に与えない。あなたはいつも虫けらのように、暗がりから私を見上げるだけの人生よ。前世で私を死なせた後、彼女は私が彼女に同じことをするのを恐れているようですが、彼女は考えすぎです。私は彼女をそんなに簡単に死なせたりしません。私はまだ彼女が富裕層に嫁ぎ、日々の苦痛の中で幸せな生活を送り、すべての秘密を明かすのを待っているところです。私を招待しないのは、まさに私が望んでいたこと。私はただ、この混乱から遠く離れていたかっただけです。1週間後、エリカが結婚する日、私は仕事に向かう途中を歩いていました。突然、誰かが私の口を布で覆い、車に押し込みました。気がつくと、私はブレーク下にいました。エリカはウェディングドレスを着て、歪んだ表情で私を見ていました。あなたはそもそも私の結婚式に出席する価値もなかった。ジュリアンが、もし私が富裕層に嫁いで旧友を見下すようなら、私の評判を落とすと言って譲らなかったの。それがあなたがブライズメイドとしてここにいる唯一の理由よ。信じられないほどラッキーだと思いなさい。彼女は悪意を持ってメイクアップアーティストに命じました。彼女を絶対に醜い怪物みたいにしてね。さもないと、この業界で働けなくするから。メイクアップアーティストは不安そうな表情を浮かべ、私の心は完全に沈みました。前世、ジュリアンが私と結婚したとき、彼は私に旧友との縁をすべて断つように求め、ブライズメイドは私の知らない金持ちの娘たちでした。なぜ今回は全く違うのでしょう？恐ろしい考えが頭に浮かびました。